こんにちは。ユーバープログラミングスクールの中村です。今日は、アニメーションの仕組みを、ご紹介しようと思います。まずはこんな風に可愛いダンスを作っていこうと思います。はじめに、スプライトに絵を描いていこうと思います。コスチュームタブを選びます。絵はコスチュームタブの方に描いていきます。で、小さなお子さんが色を塗ったり、消しゴムで消したりしやすいのはビットマップというモードなので、ビットマップに変換というボタンを押します。表示はベクターに変換に変わります。筆を選んで色を選択します。ペンの太さはこちらで変えられます。10ピクセルです。まずは一つ絵を完成します。続いて、この絵を複製します。長押しまたは右クリックで複製を押します。と同じ絵が2つになりました。動きをつけたい部分、例えば腕を動かしたいという時には腕の部分を消しゴムで消して書き直します。例えばこんな風にですね。このようにすることで、絵を切り替えてアニメーションを作っていきます。絵を描いたら、コードタブを開いてプログラムを作っていきます。最初に見た目の中のコスチュームの指定。私はじゃあコスチューム1を最初のコスチュームにしたいと思います。緑の旗を押しますと1番の絵になりました。あとはですね、次のコスチュームにするというのを繰り返してあげるといいと思います。行ってみます。ちょっと早いですね。目が回りそう。ということで、タイミングをちょっと取っていきたいと思います。最初のコスチュームにして1秒待ってから次のコスチュームです。これを繰り返していきます。1秒ごとに絵がパラパラと変わります。これだと少しちょっと遅いかな、間延びするなっていう時には、1秒未満の数値を指定するんですけれども、小さいお子さんの場合少し0.2とか0.5とか難しいと思います。直感的に指定ができるように、先生の方であらかじめこんな風に変数を作って、その中に0.2、0.5、0.8なんていうのをセットしておいていただくといいと思います。そしてお子さんはですね、これを動かすと、それぞれに、例えば早いは0.2が入ってますね。待つところに早い待つ。こんな風にですね。直感的に指定をアニメーションの切り替えタイミングを変えて楽しむことができるようになります。で、先生が変数を作るときのポイントですが、変数ブロックパレットの変数を作るを押していただいて、ここにお名前、変数名を入れます。必ずこのスプライトのみにしておくことをお勧めします。そうすると、このスプライトを例えば増やしていくつか、キャラクターを増やしていくというような時に、それぞれのキャラに変数の値を持たせられるので便利です。さらにですね、キャラクターを増やしたいという時には、今度はスプライトリストの上で長押し、または右クリックで複製します。と、こんな風にですね、キャラが追加、2つになりました。で、先ほどお話しした通りに、この変数もそれぞれに値が持てますね。それぞれのこのスプライトのみの変数が持てますので、便利です。で、コードの方は修正していただいて、絵はですね、まず消して、ゴミ箱で消して、これも、ゴミ箱で消していただいて、新たに書き直す。何か書き足していただくと楽しいんじゃないかなと思います。こんな風に絵を描いて、コードをこのままでもいいですし、スピードを変えたりなんていう風にして完成です。緑の旗を押すと、2つのキャラが同時に、ダンスをします。パラパラ漫画の仕組みを考えて、楽しく制作に挑戦していただけたらと思います。ステージの絵を描いたり変えたり
選んだりですね、あるいは BGM を、繰り返し流したりして、楽しい作品に仕上げていただけたらと思います。以上です。